前回はプレミアプロに内蔵されているテロップツールレガシータイトルを紹介させていただきました。その初級編に続き今回は応用編、あっと驚く使い方やちょっと困っちゃうバグのお話です。はい、Adobe コミュニティエヴァンジェリストの1位です。このチャンネルではプレミアムプロについて様々な情報をお伝えしていきます。特にですね、バグ撲滅を目指して情報を共有していくチャンネルなんで、よろしければチャンネル登録お願いします。前回プレミアプロのテロップ作成ツール、レガシータイトルをご紹介しました。前回は初級編ということだったんですが、今回は応用編ということで、ものすごく便利な使い方があるんで、それをご紹介していけたらなと思っております。あと、バグですね。ちょっとなかなか治らないバグがありまして、これについてもちょっと触れないといけないなと思っておりますので、その辺をお話ししていけたらと思っております。行ってみましょう。プレミアノート。はい、それではレガシータイトルの応用編ですね。行ってみたいと思います。これ前回作ったテロップですけど、実はですね、この下にずらずらとパレットみたいに並んでるこれ、レガシータイトルスタイルというものがありまして、これ何かというと、打ち込んだ文字を選択した状態でタイトルスタイルの文字をクリックすると、はい。フォントや色やグラデーションのテイストとかが全部適用されると。文字をワンクリックするだけでそれが適用されていくと。こういうパレットみたいなものになってます。要はこれをクリックすることでこっちのパラメーターが登録したものに切り替わるということですね。これすごい便利なのでぜひ使っていただけたらなと。しかもですね、前回これ作ったやつなんですけど、このスタイルを登録することもできます。自分で作ったスタイルを選択した状態で、レガシータイトルスタイルのこのプルダウンメニューから、新規スタイルですね。はい。これをクリックすると、はい。パネルが出てきて、名前を打ち込む画面が出てきますね。これを OK を押すと、はい、ここに新しく登録されました。なんで、他のスタイルを適用した後にここに戻ることもできるし、どんどん自分の好きなスタイルをここに追加していって、自分好みのタイトルスタイルをここに集めることができると。さらにですね、自分で集めたスタイルは、さっきのプルダウンメニューの中に、この辺かな。スタイルライブラリーを保存という項目がありまして、これによって自分で名前つけてですね、PRSL という拡張子で、ライブラリとして保存することができるというわけなんですね。保存したスタイルは同じくスタイルライブラリの置き換え。ここからいじることができる。ちょっと、過去に保存したものを読み込んでみますね。はい。ずらららららと。こんな感じで。自分の好きなスタイルに切り替えて使うことができると。あら、便利と。いくつもね、毎回作るんじゃなくて、ここに溜め込んでおいて、使いそのものを引っ張り出して適用していくと。これすごい便利だと思います。さらにですね、おすすめしたい使い方もう一つあるんですけど、先にお伝えしておくんですけど、YouTuber の瀬戸康史さんが紹介されてた方法で、それこそ名だたる YouTuber が集まる UM の中でも、編集の鬼と崇められているあの方がやられている方法なので、ぜひぜひご紹介できたらなと。強いリスペクトを込めて、改めてご紹介させていただけたらと思っております。やり方は、これ、レガシースタイルについてのやり方なんですけど、この今わかりますかね？上の方、装飾してないフォント違いの文字がありますけど、これ当然クリックすると適用されるんですけど、ここを一回押して、他の色のついてる部分、これをオプションを押しながら、Windows だとコントロールですかね。オプションを押しながらクリックすると、フォントはそのままで、色とかグラデーションだとか影だとか、そっちのパラメータだけがコピーされると。こういう機能になってるんですね。なんで、上でフォントを選んで、フォント違いの色違いみたいな、組み合わせてバリエーションをつけていけると。これによってすごい数のバリエーションが作れるんじゃないかということなんですね。明朝系選んで、色はじゃあこれかな、グラデーションこんな感じかな、みたいなことができると。これめちゃめちゃ便利で、一気にこの少ないパレットの中でも数多いバリエーションのテロップが作れると。さすが瀬戸康史さんです。はい。
これぜひぜひ皆さんも使っていただけたらなと思っております。ちなみにですね、このたくさんあるスタイルなんですが、これ僕自身が作ったもので、ちょっと日本のバラエティ番組に合うような感じの、それっぽいテイストのものをいろいろ作っております。で、当然ね、さっきの組み合わせをすればいろんなバリエーションが作れるんで、これだけでも結構な数のテロップが作れることになります。これ実はこのプリセット、ウェブ上に上げてて、販売してるので、もしよろしければ、欲しい方は、このページですね。このページにアクセスしていただいて、購入いただけたらと思っております。このページの URL は概要欄の方に貼っておきます。ぜひよろしければご購入ください。で、あとですね、どうしても紹介しないといけないなと思ってるのが、バグですね、やっぱりね。ちょっと変だなと思われる方もおられたかと思うんですけど、これわかりますかね？前回紹介した光沢、この中の部分ですね。これです。光沢をつけてる状態なんですけど、これカラーの部分が今この薄い肌色みたいなのを選んでるんですけど、なんか今青っぽくなってますよね。これ実はバグのようで、選んだ色じゃない色が適用されちゃうんですね。結構前から知られてるバグではあるんですけど、なかなか治らずというか、治らないのかなと思いつつ、対応策ないっちゃないんですけど、白とか、サイドのないものであれば、色狂わず適用されるよみたいな、それもどうやねんっていう話ではあるんですけど、ぐらいな対応策しか現状はないわけでして。なんで、もし例えばYouTube とかで、こういう、なんか、変なグラデーションが中に入ってるなって思ったら多分レガシータイトルで作られたものです。はい。で、あともう一つよく言われるのが、これ今、レガシータイトルのウィンドウというか、開いてる状態ですけど、このレイアウトで、タイトルプロパティとか、いろいろといじっていくわけですけど、これ一回閉じて、もう一度開くと、なんかここ狭くなってますよね。で、ちょっとレイアウト崩れてますよね。これ実は毎回開くたびにレイアウトが崩れるというバグのようで、結構散々に言われてたりもするんですけど、なかなか対応策がなく、とりあえずの応急処置をご説明できたらなと。なんとなく僕は考えてみたんですけど、これ一つ一つパネルになってるんで、この上の名前のところとかをドラッグすると引っ張り出せるんですね。で、他のウィンドウにこう割り当てて配置していくことができると。これもどうやねんという話ではあるんですけども、ちょっと自分の置きやすい場所というか、使いやすい場所を想定して、こう配置してみるみたいな。配置できました。で、このパネルのレイアウトができたところで、この形を、プリセットとして保存します。ワークスペースっていうんですけど、この右上に、上にワークスペースのタブがいくつも並んでて、これプリセットなんで、クリックすると、それぞれのレイアウトに切り替えれるみたいなことになってまして。これを、今設定したものを、このプルダウンメニューから新規ワークスペースとして保存。これですね。これクリックすると、名前を決めれるんで、例えばレガシータイトルと決めて OK を押す。そうすると、右上にレガシータイトルできました。これで、他のレイアウトになっている時でも、必要な時にレガシータイトルをクリックすれば、専用の画面出てきて、こんな感じで、レガシータイトルを使えると。レイアウトも崩れないまま。という、苦肉の策ですけど、できます。はい。プレミアノートみたいなところですね。いろいろとちょっとバグ、なかなか治らないバグもあるんですけど、ツールとしてはすごい優秀なものなので、瀬戸康史さんの方法も活かしつつ、いろいろと挑戦して自分のイメージに合うテロップを作っていただけたらなと思っております。みたいなレガシータイトル2連チャンですが、いかがでしたでしょうか。次はね、もう一つのテキストツール、エッセンシャルグラフィックスのテキストツールのお話をできたらなと思っております。で、チャンネルの方ではですね、引き続き、バグや質問募集しておりますので、ぜひコメント欄の方にお書きいただけたらなと思っております。それではまた次回お会いしましょう。We are born again. Open your heart. Spend this time in your head.